こんにちは、サンガジです。今日も見てくださってありがとうございます。今日はこちらのペルミアという 100W の4ポート充電器をレビューしていきたいと思います。レビューの比較対象として、こちらの CIO の同じく4ポートの 100W 充電器、こちらを用意しましたので、比較しながらのレビューをしていきたいと思いますので、ぜひ最後まで見ていってください。それではレビュースタートです。それではすでに開封済みなんですけれども、開封から始めてみましょう。生電子工業のペルミアというブランドは、可愛いとかおしゃれとか、そういった女性向けのブランドとして展開されているブランドなんですね。なので、高級感のあるような箱に入っています。まるでちょっとアクセサリーとかが入っているような、そんな感じの箱に入っています。で、中身に関しては、この箱の中にクッション材が入っているのと、本体とマニュアル、これだけです。非常に中身自体はシンプルなんですね。にしても、女性向けっていう割にはごついですよね。ちょっと本体はどうしようもしょうがないとは思うんですが、ペルミアっていろんな色の多色展開をしている可愛いブランドみたいなイメージがあるんですけれども、この充電器に関しては白と黒しか展開していないってこともあって、どちらかというとハイエンドガジェット的な位置づけで出されたんではないだろうかなと思いますね。そういう意味じゃちょっとブランドがブレてるような気がしなくもないのですが、これはそこで置いといて、次は大きさと重さをちょっと測ってみましょう。それではペルミアの 100W と CIO の 100W の重さと体積を比べたグラフがこちらになります。やっぱり見た目通りなんですけれども、グラフからしても、ペルミアの方が重くて大きいなっていうのが分かります。体積的には 1.2 倍ありますし、重さも 20g ぐらい重くなってますので、持った感じでも重くなる、やっぱ CIO よりペルミアのが重くなってるなっていうのがありますね。小さければいいかっていうとそういうもんでもないの部分もあるんですけれども、体積と重さを比べただけであれば CIO の方がコンパクトで軽くて使いやすいということになりますね。それでは今度は iPhone 17のこちらの充電を CIO とペルミアの充電器で試してみたいと思います。100W 充電器に対して iPhone の充電ですので、それなりに変わらないかなと予測はできるんですけれども、ここは実験ですのでやってみたいと思います。ケーブルはこちらの CIO のUSB 3.1 対応のケーブルを使います。で、比較するために、充電を開始していきます。ですので、充電比較の実験が終わるまでしばらくお待ちください。それでですね、こちらが充電速度を比較したグラフになります。意外と変わらないもんだろうなと思ってたんですが、CIO のノバポート、こちらの方の速度の方が、序盤10分ぐらいまでは変わらなかったんですけれども、15分頃から30分、計測後半、この辺りでだいぶ差が出てくるようになってきて、最終的に30分の計測まで測ってみたら、5% の差が、出てきましたね。この辺は充電器の発電量というか充電の、ワット数よりもiPhone とうまくネゴシエーションできるか、iPhone とうまく通信しながら適切な充電ができるかっていうところが問題になってくると思うので、そういった差が生まれてくるんでしょうねっていうところでしょうか。この辺は充電速度が大きければみんな一緒っていうわけではないのが分かりますね。次はですね、このペルミアの充電器と CIO の充電器を 100W 出力を負荷装置によって出し続けさせて1時間出力を出し続けたらどんな動作になるかというのを測ってみます。いわゆる耐久試験ですね。で、方法としてはテスターを使って 20V の設定にして負荷装置で 100W になるように 5A 出力をさせていきます。これを5分ごとに、充電器本体の温度と
こちらの出力の、出力量を測るということを行います。それでは実験が終わるまでしばらくお待ちください。はい、それではこちらが出力の結果のグラフになります。なんとペルミアの方はずっとかなり効率のいい出力のまま1時間、超えました。念のため1時間をちょっと超えるまでやってみたんですが、温度も、71度に上った後、ほぼここの温度で安定するようになって、しばらく少なくとも1時間を超えても安定して動くようになってるなっていうのが分かります。非常に、高性能な感じがしますね。一方 CIO の方なんですけれども、CIO は、割と効率はちょっと落ち目ではあったんですが、それでも安定して 97W をずっと出せていたところ、45分から50分の間で温度上昇による、熱だれが起こしまして、最大の電流が 5A から 4.5A に下がりました。それによって、合わせて出力も下がりまして、そこで、温度が安定するというような、動作になっていました。ですので 100W の充電器というか PC など 100W を長時間欲しい、ちょうど 100W 必要な PC ってあんまりないかもしれませんけれども、 100W の出力が長時間欲しいノート PC なんかに関してはペルミアの方が優秀だというふうに言えますね。 CIO の方は熱だれを起こしますが、それでも 80W 以上は出力はできてますので、普通のノート PC で困ることは基本的にはないとは思います。ハイスペックの 90W が必要なノート PC でギリギリってところでしょうかね。ちょっとゲーミング寄りの、100W ギリギリ必要だというタイプにはちょっと向かないかもしれません。という結果でした。次は瞬断に対する実験結果なんですけども、結果的には CIO もペルミアも同じ結果でした。この1番目と2番目と3番目、4番目のポートがあるんですけれども、CIO はこの3番目と4番目のポートを抜き差しするときにお互いに瞬断を行います。1番と2番と3番を使っているだけであれば問題ないんですけれども、3番と4番、こちらのどちらかを使っていると、例えば、3番を使って何か充電をしているところに4番のポートに何かを挿すと3番が瞬断します。逆に4番のポートに何か挿していて3番のポートに何か挿すと4番のポートが1回瞬断します。これと同じことがペルミアの方でも行われていて、これ USB の番号が1234ってなってるんですね。だから CIO と上下逆にすれば同じ動作するっていうと大体予想つくのかなと思いますが、この3番と4番がお互い干渉して123を使っている分には、瞬断は起きませんが、3番と4番を使っている場合、4番にケーブルを挿したら3番の方が瞬断しますし、3番の方にケーブルを挿したら4番が瞬断します。ここの動作は変わらないので、こちらとこちらはもうほぼ同じ、性能だと言っていいでしょうね。それではまとめです。こちらの多摩電子のペルミアとこちらの CIO のノバポート、こちらどちらも似たような性能でしたね。瞬断に関しては全く同じ動作でしたし、両方ともかなり効率的な97、8W の充電ができていますので 100W 充電器として申し分ないと思います。 CIO の方は熱だれが発生して途中で 90W の充電器にはなりますが、 90W もあれば Apple のMacBook Pro やパナソニックのレッツノートでも十分充電できる電力なので全く問題なく充電できるはずです。安定的に充電できるっていうことであればペルミアの方が断然安定して充電できるはずですが、あとは CIO の大きさを取るか
安定性のペルミアを取るかどちらかっていうことになるかなと思います。はい、いかがでしたでしょうか。ここまでこちらの2つの充電器を比較してみました。もし参考になるようでしたら高評価ボタンとチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。また余ってたらでいいですので配布もいただけると今後の励みになりますのでぜひよろしくお願いいたします。それではサンガチェがお送りいたしました。また次回の動画でお会いしましょう。